はい、皆さんおはようございます。今日秋田県に行ってきます。ちょっと長い時間をかけて運転する予定なので、これから気をつけながらゆっくりで行きたいと思います。秋田県に到着しました。もう6時間以上運転してきて、さすがに疲れてきました。到着する前に、元滝伏流水の方に行って、構図を考えたり、その現場を、見たりしてきたので、明日の準備がもう整えたって感じですね。おはようございます。今日は、元滝伏流水秋田県のところにいます。昨日から来ましたんですけれども、ちょっとその構図を考えたり、その現場を、調べたりしてたので、ちょっと撮影とかあまりできなかったんですね。2、3枚の写真を撮りましたんですけれども。今回その旅のテーマかな、その鳥海山のふもとに、自然が、どんな表情を見せてくれるかどうか、ちょっとそれを楽しみにしてますね。たまにその魔法のような門が開くところなんですけれども、今回はうまくその門が開かれてくれるかどうかそれがわからないので、今回の挑戦です。ここら辺で、秋に、写真を撮ってたんですけれども、今夏でやっぱりその自然の表情がすごく変わってるので、本当に面白いですね。すごい今そのもやがちょっと出てる。ちょっと一旦撮ってみます。いい感じです。今日やっぱり曇ってるので、工房とかはもうないんですね。ですが、雨が降らなかったんですけれども、すごくいい雰囲気が出てるんですね。ミニマリストな、シンプルな、構図を、考えたり、撮ったりを、してますが、その中でいい写真が撮れたらいいなと思ってるんですけれども、
でもやっぱりその水がすごく冷たくて、周りの気温と、やっぱりもやが出てるんですね。でそのもやが永遠に出てるので、しばらく楽しめるって感じです。でね、今のところは縦構図で、撮ってみたいと思いますが、もちろん川があるんですけれども、ちょっとその画面にあまり見えないんですけれども、その木の上にその雲の、巣じゃない、糸かな、が、すごく目立つね。やっぱり湿気がすごいので、雫がいっぱいがあっていい雰囲気を出してくれるだと思いますので、この構図でちょっと1枚を撮ってみたいと思います。で倒れた木もがあるのでそれも加えて、シャッターを切りたいと思いますね。音滝の方なんですけれども、やっぱり私が狙ってた風景とちょっと違ってるんですかね。とても面白いんですけれども、物が足りないっていうか、もやがあるから必ずいい写真が撮れるわけではないんですね。物が足りない。もし倒れた木とかがあればいいんですけれども、今は普通すぎるっていうか、何かが足りないんですね。光とかね。はい、ちょっと元滝のもうちょっと下の方に、すごく気になってた構図があって、今撮ってますね。でそちらの岩なんですけれども、すごく目立ちますね。で奥にはちょっと見にくいかもしれないんですけれども、倒れてる木があって、すごくいい感じになっているので、それを撮ってみたいと思います。で見えないかもしれないんですけれども、その葉っぱのところは、蜘蛛の巣、糸かな、濡れてる巣があって、それも入れたいと思います。その日の撮影の中でも特に気に入ってる一枚ですね。流れ続ける水を見ていると、まるで時間そのものが流れているように感じましたんですね。命が生まれ育ち、そして静かに終わりを迎える。奥には霧と薄るぐらい森の中に倒れた木々が静かに横たわっています。生と死、
は対立するものではなく同じ流れの中にある。その風景はそんな自然の循環を私に語りかけてくれました。難しいんですね。やっぱりなんか目をリードをしてくれる手前の、ものを、探してるんですけれども、構図を見つけてないんですね。いろんな写真を撮りましたんですけれども、普通すぎるっていうか、やっぱりその滝が本当に好きです小さくて苔むしした岩もがかっこよくて素晴らしいです本当に。やっぱりいいところですね。夏でも。今日そこまでもやがないんですけれども、面白くて、やっぱりどんな季節でも元滝はすごくいい表情を見せてくれるんです。やっぱりいろんな構図を、考えたりして、撮ってますね。で元滝のメインはそちらの方ですけれども、やっぱりここも小さくて流れてる水も滝もがあって、多分元滝と一緒なんですけれども、迫力はそちらの方に比べては、全然違うんですけれども、そういう秘密の場所とかが好きで今撮ってます。